最初ねうちはもうここら辺ですかね、こんな感じだったんですよ。なんでやっぱね僕もその逆の立場だったら思うんですよね。なんかやばい人が来たんじゃないかなみたいな思うじゃないですか。なんか怖いじゃないですか。もう釘付けっすよねどんなやばいのが来たのかなみたいにね釘付けになると思うんですよ。だから全然その否定するつもりは全くないんですけど、ただね当事者としては結構連日もう何人も何人もなんで疲れるというか、多少ねこう面倒くさいみたいになってくるんですよね。そんなのも1年も経ってね、家もねどうですかね、その最初の頃に比べたら多少こうなんていうんですかね、馴染むようになってきたかなと思うんですよね。そういったこともあって、もう今では非常にこう静かにね、もう理想の生活と言ってもいいんじゃないかなってぐらい僕はもう本当に幸せに今暮らしてるんですけど、移住当時は結構なんですか生活も安定してないってこともあってね、もう精神的にもね結構弱いというかね、今みたいに安定していなかったんでね、大変だなと思うこともあったんですよね。結構僕の家っていうのは標高の高い位置に立っていて、でこう下っていくと集落が、村のね地元の人たちが住んでいる集落があるんですけども、その集落と僕たちが住んでいるところの間にこう橋があるんですよね。でその橋からこっちはもうほとんどねゼロではないんですけど、ほぼ移住者しか住んでいないといった形になるんですよね。なんで、普段はね地元の方も散歩で通ったりはするんですけど、基本的に僕が深く接していくのはそういった移住者の方たちっていうことになるんですよね。地元の方というのは基本的にその集落もこう車でね通り過ぎちゃうだけなんですよ。僕がこう必要なお店っていうのはやっぱスーパーとかね、ガソリンスタンドと郵便局とかなんですけど、だからねほとんどこう接することもないんですよね。一口に移住者といってもいろんな人がいるんですけども、こう僕の家の近くに住んでいる人とか、僕が知り合った人たちの場合はですね、中にはねこう40歳でこうセミリタイアしちゃうようなすごいエリートもいたんですけど、お金持ちですねもいるんですけど、そういう人ばっかじゃなくて、例えばね学校の先生とか銀行で働いてた人とか、あとやっぱ多いのが公務員とか、あと公務員に準ずるようなそういったね大手に勤めていた人が結構多いですよね。であとはやっぱり、芸術家とか美術家とか、そういった人もいてね、いろんな人がいるんですけど、年齢層は高いですね。結構ね年配の人が多いですね。僕より年下はこう誰々さん家の娘とかね、そんな形だけで、基本的に世帯主の人はみんな僕より年上ですね。いくつかエピソードがあるんですけど、ちょっとあっちのそのものをねちょっと見ながら話していきたいと思います。よいしょ。はい、まず最初ですね、このシートに関してですね、結構離れてるお宅なんですけど、非常にねお庭の立派なね、裕福な別荘の方だったんですけど、そこの奥さんに言われたんですけど、ちょっと言い過ぎですね。どんな人っていうのをちょっと控えましょうか。ある奥さんに言われたんですけど、あなたの家のブルーシートがよく目立つわよみたいなこと言われたんですよね。で最初何言ってんのかなと思って、ブルーシートぐらい使うだろうなと思ったんですけど、こうやっぱその色がねブルーがダメだって言うんですよね。本当かなと思ったんですけど、確かにこういったグリーンの中でこのねブルーっていうのはね非常に目立つんですよね。で最初僕はこのブルーと違った色で、ブルーシートっていうのは3000番とか4000番とか、数字が高ければ高いほど品質がいいんですけど、値段がね高くなるんですけど、同じね番号のものでもブルーの方が圧倒的に安いんですよね。だから最初はねちょっともうなんか嫌味だなっていう風にちょっとこう嫌な風に取っちゃったんですけど、でもねなんか改めてねそういった目でこういろんな人の家を見てみると、やっぱね並べてるもの、外から見えるもの、色ですよね。こだわるっていうそういった目線っていうのもね結構いいななんて思って、その後はね結構僕も自分がそうしたいと思うようになったからなんですけど、こうブルーはね庭では使うことなくなりましたね。でこういう車に今カーポート代わりにねシートかけてるんですけど、ちょっとだけねやっぱ割高になるんですけど、こういったものをわざわざ探して買ってきました。で今回もこれボロボロなんでねもう変えなくちゃいけないんで、こういった新しいの買ってきたんですけど、今回ねちょっと耐久性の高い4000番台というのを買ったんですよ。でこっちは3000番かな。4000番で緑があればね
それ買いたかったんですけどなかったんで、今回はねちょっと灰色になりました。まあブルーよりはね全然マシだなと思うんですよね。まあこういった話ですよね。自分の家なんだから勝手にさせろっていう人の気持ちも非常によくわかるんでね、そういった方からしたらちょっとつまんないかもしれないですけど、結構微妙なところのお話ですよね。はい、せっかくなんでねシートの色によるこう見え方の違いみたいなものをできたいと思います。まずはね今まで使っていた緑色のシートですね。ちょっとねこれ車の位置が悪くてなんかまあ変です。まあいいや。まあこんな感じ、緑がこんな感じですね。で次じゃあ今回買ってきたシルバーいきましょうか。まあ結構ねあんま目立たないんじゃないかなと思うんですけどね、どうですかね。緑の方がやっぱ良かったですかね。ちょっとねサイズがなかったんでちっちゃいんですけども、シルバーの上に、ブルーを乗せてきました。やっぱねブルーってもう圧倒的に目立ちませんかね。まあこれでいい人は全然構わないし、まあ僕もね場所によってはね全然ブルーシートも安いんで使うんですけど、まあなんか例えば通りから見えやすいところはやめとこうかなとかね、ちょっとそんくらいの意識があってももしかしたらいいのかもしれないですね。まあここは全然個人の好みによるとは思うんですけど。はい、じゃあ次行きましょう。次はですねよく言われたのは越冬できるのとか永住するのみたいな感じでこう驚かれるっていうのが多かったんですけど、この窓ですね。あなたの家の窓はちゃんとペアガラスなのみたいなこと言われるんですよね。まあ、そんなわけないじゃないですか。まあこれはねもらったもんなんでペアガラスなんですけど、移住してきた当時ねもう本当お金全然なかったのにねペアガラスなんて揃えてるわけがないんですよね。そもそもガラスじゃなくてねポリカだったりアクリルだったりしたんですけどね。なんで見るからにね一重なのにこれはペアガラスなのかみたいなねこう嫌味を言ってくるような、嫌味じゃないかもしれないですけど、まあ、そういったことをね言ってくる人もいましたね。結構嫌でしたねこれはね。まあただ、まあ、もちろんね床もスースーでしたからね、まあ、そう言いたくなる気持ちもわかるんですけどね、ちょっとね辛かったですね。次にねよく言われたのはこの車ですね。その時乗っていた車がこれですね。これはねミニキャブっていう車なんですけど、ワンボックスのね軽バンってやつですかだったんですけど、肉だったんですよね。移住した先が避暑地なんで寒冷地っていう部類に入るぐらい寒いんですよね。で雪も結構降るんでやっぱね四駆じゃないとダメだっていうふうにはかなり言われましたね。確かにね何度もねスタックしたりね怖い思いをしたので、これはね本当に言われて当然だと思うんですけど、まあ繰り返しになるんですけどね、お金がなかったんでどうしようもなかったんでなんかしょっちゅう言われて、まあちょっとね言われすぎてちょっと嫌だなって気持ちにはなってましたよね。まあ、とにかくね、お金がないのにね移住してくると大変だなっていう話もありますね。そんな感じでいきましょう。はい、次はですね畑ですね。これはね一生懸命畑を耕していると猿とか鹿が来るからやめとけやめとけっていうふうには言われますね。まあ本気でやる気になればね柵を作ったりいろいろ方法はあるんですけど、うち鹿は来ないですけどね猿はやっぱ来ますね。なんでねそれでも畑やりたくて、かつあんまこう囲いとかあんましたくなかったんで、もう猿が来てもね取られないようなものを育てるように今年はしましたね。やっぱりねみんな同じようにね猿とか鹿に取られて困ったっていう経験からねついついこう言いたくなっちゃうんでしょうね。僕もね逆の立場だったら言ってるかもしれないですね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、次はですねコンポストって分かりますかね。家庭で出た生ゴミを土に返すみたいなものがあるんですけど、そのねコンポストを置きなさいっていうふうに言われましたね。きっとその人がねコンポストを使って生ゴミを処理してると思うんですけど、ここでね生ゴミの処理が下手だと動物呼んでしまうんですよね。鹿とか猿とか、あとクマが出てもおかしくないですからね。そういった野生動物を呼んでしまうのでもっともなんですけど、ただですね僕は生ゴミをね外に捨てないんですよね。なんでそのコンポストは見た目もあんま良くないんでね家の一番奥の方にもう置いてもう使ってないですね。今この奥に見えているのがそのコンポストにひっくり返ってますけどねなんか久しぶりに見に来たらひっくり返ってましたね。ちょっと後でしっかりやっときます。これが移住当初買えと言われて買ったコンポストですね。移住者の先輩たちっていうのはどんな人かなっていうのをこう想像してもらえる、情報として、
やっぱりね都会から田舎の自然を求めて移住してくるような人なんで、結構ねなんていうんですかね、方向性が似てるというか、例えばピザ窯はみんな欲しがりますよね最初ね。あとはねそば打ちですね。そば打ちとか、あとは陶芸ですよね。土こねてね陶芸やってみたりとか、あとなんですかね、自分の別荘を使ってカフェを開いたりとかね。僕もね、同じようにねピザ窯とか結構興味ありましたよね。だからピザ今でもね天日オーブンとか、あとはダッチオーブンとか使ってピザを焼くこともあるんですけど、庭なんかにね大きなピザ窯を作った人とかなんかはもう結構邪魔になっちゃってる人も多いみたいですね。で今そこに映ってる、今ちょっとトタンかけてるんですけど、かまどを利用したピザ窯なんですよね、もともとは。だもうそのピザ窯の部分耐火レンガで作ってあるんですけど、それはもうバラバラにしてありますね。こんな感じでね使ってみたいな感じで言われることもあるといった感じですよね。でも好きなことできるんだからいいですよね。薪ストーブを楽しみに移住してきた人っていうの結構多くて、ほとんどの人がね薪ストーブやってますよね。で僕もねやっぱり憧れもあったし、やっぱ単純に寒いんでね薪ストーブ買ったんですけど、このお風呂小屋の後ろも使ってないんでね、お風呂小屋の後ろに行っちゃいましたが、ちょっと見ますか、これ行きますか。はい、これがですね、僕が最初に移住してきてすぐに買った薪ストーブですね。もうね、ペラペラのね鉄板でもう1ミリもない 0. 何ミリっていう厚さだったと思うんですけど、こちらにこう薪ストーブがやりたくて来たようなこう別荘の人たちですよね。移住者の人たちっていうのはね、20煙突、シングル煙突、黒だったりシルバーだったり、ホーローだったりといろいろあるんですけど、そういったね薪ストーブとか薪ストーブに使う煙突なんかのね違いというか、どんなものを使ってるのかっていうのは結構ね気にしていたり、具体的に言うとですね、薪ストーブにはこの鉄板製のものではなくて、鋳物製のね重たいものが結構主流なんですけど、煙突含めて100万円ぐらいが相場らしいんですけど、僕なんかはねもう本当に何万円だろう、2、3万円で揃えたものなんでね、全くこう比べるべきものではないんですけど、でも一応同じ薪ストーブとしてねお話をするんで、ところどころ話が合わなかったりとかね、薪ストーブマウントっていうのは結構取られましたね。薪ストーブといえば薪ですけど、薪もねやっぱり本当のお金持ちの人なんかは薪は買うんですけど、あとお金があってもねやっぱりこう日本人の気質的に倹約できるとか倹約したいみたいなのあるじゃないですか。なんで薪はね僕と同じように譲渡会に行ってね集めてくる人も結構いるんですけど、でそういった譲渡会なんかに行くような、移住者の場合はですね、こう持ってくるチェーンソーですね。チェーンソーも結構ねマウントがありますね。僕なんかはね未だにホームセンターブランドの、両備っていうところ非常にね僕はいい、コスパの高い、いいチェーンソーだなとは思うんですけど、ちょっとね馬力は確かに弱いんですけど、そういったねチェーンソーのマウントの取り合いみたいなものもね、結構ありましたね。ハスクバーナーとかスチールとかそこら辺を買っておけばねまず気にする人はですけど全然気にしなくていいと僕は思うんですけどね、気にする人はそういうところら辺を押さえておけばいいのかなと思います。で薪ストーブはね、ヨツールとか、ダッチウエストとか、バーモントキャスティングとかね、そこら辺が主流かなと思いますね。ただ今はね結構もっと幅広くねおしゃれなものがいっぱい出てきているんでね変わってきているのかなと思います。で僕も欲しいのはねやっぱりクッキングストーブなんかね結構欲しいななんて思うんですけど、でうちもね今は薪ストーブは一応鋳物製に変わってますね。モルソーの一応モルソーなんですよね。醜いアヒルの子っていうストーブをボロボロだったようなものをね見つけてきて直してるんで、よかったらブログの方も見てください。はい、今までね喋ってきたのが実はですね全体の、1割ぐらいかなと思うんですよ。でね残りの9割は何かというとこれですね、この赤松ですね。この赤松は倒れやすい木なので、早くにね切らないと危ないよっていうふうにね非常にこれは移住者の先輩たちも地元の人たちもね口を揃えて言ってましたね。で僕自身もね非常にこう精神的に追い詰められるぐらいまで悩んだこともあったんですけども、結果としてはね今8年ぐらい経ってますけど今のところね、折れることはなく倒れるものはなく、無事に、過ごしていますが、実はですね最近この赤松の中で1本ね枯れてしまったのがねいるんですよね。
まあ多分カメラじゃ分かんないですけど、目視で見ると明らかにこう真っ赤になっちゃってね、緑色の葉っぱが全てなくなってもう真っ赤っかになっちゃってますね。完全に枯れてしまったので、少なくともねこの1本の松だけはね早急に切ってくれる人を探さなくちゃいけないといったところなんですよね。ただですね、こんな赤松ですけども、実はね今もっとね倍ぐらいあったんですよね最初は。で、ちょっと最初の頃にねトラブルがあって赤松を切らなくちゃいけなくて、でねその時助けてくれたのもね、実はその心強いですね移住者の先輩がね助けてくれて、半分ぐらいはね切ってくれたんですよ。それでねその時のちょっと問題は解消されて、今でもね僕は、健やかにね今過ごしているんですけども、だから僕のあとは課題としてはね、この危険に、伸びすぎてしまった赤松っていうんですかね、これをね、クレーン車を手配して、うちの敷地内に生えているものはね全て切っていかないといけないのかなというふうには思ってますけどね。とにかく非常に過ごしやすくね、地元の方も移住者の方もねみんな、基本的にはね優しく、そしてほったらかしてくれるんでね、非常にいいところに引っ越してきたのかなというふうには思っています。地域住民の方とか移住者の先輩たちとね仲良くするというふうにね、頑張っちゃうことは、危ないんですけども、そういったねことについてはまたちょっと動画一本撮れそうなぐらいなんですけど、結構いい距離を保ってねやっていくのが長く楽しんでいくコツなのかなというふうにもねちょっと思いますよね。悪目立ちしない程度にねやっていきたいなと思います。バランスを保ちながらねやっていきたいなと思いますね。じゃあ終わります。最初の1年間ぐらいよく言われたのは、いくらで買ったのって多かったですね。壺いくらみたいな。できっとその人は自分で買ったんでねその比較ができるんですけど、僕は聞かれる一方じゃないですか。だからどうせだったらね僕にもね自分はいくらで買ってどっちがねいい土地だったのか、そんなお話もね聞かせてくれたらいいなと思うんですけど。